これから2ヶ月後に会社を辞めるわけですよね。差し当たって英語が必要になると。でまずゴールなんですけど、半年後にオーストラリアでワーホリに行くので、それまでに英語力を鍛えて、向こうで仕事を取ったり、向こうで取材をして動画を撮ったりできる状態になる。ある程度初対面の人とも自分の人生についてとか相手の人生についてディスカッションができる状態。これがまず僕のゴールですね。 A2 のハイっていう評価みたいです。1ヶ月後ぐらいに B1 いけないかな。ちょっとできれば行きたいですね。1ヶ月後に一旦 B1 を目指してみましょうか。はい、今日は2日目です。今日はね、在宅勤務の日なんで、ゆっくりお昼ご飯を食べながら YouTube を見て、英語で YouTube を見ていこうと思います。ちなみに今、TED Education っていうね、TED のアニメバージョンみたいなチャンネルの動画を見てるんですけど、単語レベルとかが難しくて、3割から4割ぐらいの理解しかできてないです。もうちょっと優しいコンテンツにした方がいい気がする。8割7割ぐらいは理解できた方が楽しいしな。他のチャンネルを探そう。ごちそうさま。仕事に戻ります。また夜勉強します。9時過ぎぐらいですね。ちょっと残業が多くてこんな時間になってしまったんですが、サボらず英語の勉強をしようと思います。自分が未来に喋るであろうシャドーイングの原稿を作って、それを英語にしてシャドーイングすると。今日は将来やりたいことというテーマで文章をまず書いてみたんですが、これまず日本語で書くっていうのが僕的にはポイントだと思っておりまして、英語で最初から書こうとすると、知っている英語で書こうとしちゃう。でも、日本語で書けば自由に表現できて、それを英語にしなきゃいけなくなるんで、負荷が高いわけですよね。で、これを今から AI を使って翻訳していきます。そしたらこんな感じで AI が音声化してくれたので、これをシャドーイングしていきます。Making YouTube videos. I have a huge passion for travel bit. Really, むずいな。To make it reality. ちょっとまだ難しくてついていけない部分が結構多いです。はい、3日目になります。英語で YouTube を見ていこうかなと思うんですが、どうせなら自分が知りたいものを英語で見ようということで、ちょっと How Learn English で検索して、英語をどうやったら話せるようになるかっていうのを英語で勉強していこうと思います。これだったらね、学びながら英語の勉強もできるという一石二鳥になるかなと思います。9時13分。ちょっと今日も残業しすぎたな。よく考えれば、自分が英語で自分の意思を伝えるにしても、相手の意思を聞き取るにしても、まず一番初歩の段階にあるものは発音じゃないかなっていう結論に至って、発音がわからなければ伝えられないし聞けないから、まず発音を理解してから、その後の英語学習を進めていく方が、戦略的なんじゃないかと、思いましたので、ちょっと今日から発音の勉強していこうかなと思います。ちょっとまず現段階の状態を知りたいから、いきなりちょっと英語読んでみて、それを AI に分析してもらいます。様々な発音を広くカバーした英文を作成して。よし、これをちょっと読んでみて、録音してみよう。Reliability is really important for any specific project, though it takes a lot of effort. よし、そしたらこれを AI に分析させてみます。今の発音の音源を添付して、これを分析して改善点とか教えてみたいなことを送ってみました。上手にできている点。th の音と子音の連続がクリア。v の音が正しく出ている。改善点。R から始まる単語に少し苦手意識があるかもしれません。R と L の精度を上げていく段階です。らしいです。R と L の違いや th の音を単なる音の違いとして耳だけで捉えるのではなく、超音器官、舌の位置、唇の形、息の出し方などの物理的な配置として理解することが重要です。正しい口のフォームを意識した反復練習を取り入れることで明瞭度は劇的に向上します。なるほどね。だから音だけ出そうとするんじゃなくて、それを出す時の筋肉の使い方みたいなところまで
再現するっていうのが多分大事って言いたいんだと思う。なるほどね。だからこれ運動ってことだよね。ちょっとそれを意識しつつ今から発音の勉強をしようと思います。Control about third person first work。午前中はノートの執筆で取られてしまったので、今から英語の勉強していこうと思います。Why he is targeting to the thread? 午前11時ぐらいから見始めて、もう8時半回ってますね。ずっと見てた。面白くて面白くて。面白いとやっぱ見てられるね。なんとなく、ちょっとわかんない部分とかあるけど、なんとなくで補いつつ。あとね、結構やっぱ耳が慣れてくるね。9時間ぐらい見てるとさすがにちょっと耳も慣れてきて、9時間前よりはちょっと聞き取れるようにはなった気がします。こっからまた、今日はシャドーイングの、毎日やってるシャドーイングの勉強をやって、終了って感じです。今日はですね、会社で自分の退職報告というか退職の放置がですね、僕の部全体に行きまして、いろいろとまさに今変化の真っ只中にいるなというそんな感覚です。そんなことはさておいてですね、早速また英語の勉強をしようと思います。So I've seen all kinds of things and I discovered all。はい、経過報告です。今日がですね、5月の21日なんですが、5月の10日から勉強を始めたんで、ちょうど10日ぐらい経ったっていうタイミングでございます。なかなかこう進展してるなっていう感じはまだ見受けられなくてですね、やっぱりどうしてもね、会社員やりながら英語の勉強するとやっぱね、どうしても時間がね、もうちょっと勉強したいのにとか、結構そういうもどかしさはありながら今やってるところですね。とはいえ、3時間、最低でも3時間ぐらいは毎日勉強はできていて、言ったら4、5時間はもできてるんじゃないかな。がっつり勉強っていうよりかは、今までやってきたことを英語で置き換えるとか、隙間時間をシャドーイングしてみるとか、そういう、ゆるい勉強みたいなので結構時間を稼げてるというか、別に時間が目的じゃないんだけど、そういうので英語に触れる機会っていうのは結構雪だるま式に積み上げられているのかなっていう感じはあって、それでね、今日会社でね、ちょっと今までにない体験が起きたんだけど、こう遠くの方でされてる会話がなんか英語に聞こえたんだよね。これびっくりして自分でも。それはごめんなさいさんとか、それはばっば、ちょっと難しい。これちょっと全然例えうまくいかなかった。なんかそういう感じ。わかるかな？なんか日本語を喋ってるんだけど、周りの人はそれが英語のリズムみたいな感じで聞こえてきたっていう、なんか不思議な現象が起きましたね。これはなんか耳がちょっとずつ英語に慣れてきてるのかなっていう気はしてる。ただ、正直、聞く方は結構それで経験が稼げてるんだけど、まだね、ちょっと話す方とか、アウトプットの方に、あんまりこう、労力、時間を避けてないから、ちょっとそこは残りの20日、しっかりやっていかないとまずいなっていう気はしてるかな。これが3分の1、10日目の報告です。こっから20日間頑張ります。金曜日の7時12分でございます。まだ仕事まで1時間少々あるので、今日も仕事の前にちょっと英語の勉強をしておこうと思います。今日もリプロダクションをやっていきます。Could you explain what you On my days off, I'm mostly dedicated. 食べるときは海外ドラマを見る。習わいするに、all your friends they got Star Wars toys. But all you want to do is some joy. 今朝だけ散歩に行ってんだけど、これを夜ご飯食べた後食後に散歩に行く。夜も行くっていう風にすれば、
soaking in the hot water and hitting the sauna. 6月の10日。あれからちょうど1ヶ月経ちました。全く同じテストをね、1ヶ月前と全く同じテストを受けて、どのぐらい実力が上がったのかっていうのを確かめようと思います。一応1ヶ月前の状態としては、テストの記録が今、テスト履歴が残ってて、A2 ハイっていうレベルだったんですけど、これを B1 に上げようっていうのが1ヶ月前に僕が宣言してたことですね。それができるのかどうかをね、確かめていきます。一応ちょっと軽くこの1ヶ月を振り返ると、割とやれることはやったんじゃないかなっていう気はしているが、もうちょっとできたなっていう気持ちも結構あるっていうのが正直なところで、なかなかね、100% 満足にできたかって言われると、はいとは言えない状況ではあるんだが、それでもそこそこ勉強はできたと思う。なんで、その成果を見せていければなと思います。で、正直 B1 に行けるかって言われると、ギリいけるかどうかぐらいな気がするんですよね。早速受けて試してみます。で、受けるテストは、前回と全く同じ、プロゴスっていうアプリの20分間のスピーキングテスト、これを使ってやっていきます。ちなみにこれちゃんと本当ズルなしで一発撮りでやってるんで、多分一発撮りじゃなかったらここのテスト記録とかが、今日の日付とかになったりすると思うんだけど、本当にズルなしでやってるんで、前回の日付が最終履歴になってます。はい。というわけで、じゃあやっていこうか。You have 20 seconds for speaking time. What fruits do you like? My favorite food has to be ramen. I like all variety. I like all kinds. There is a lot of kinds out there. And honestly, I love them all. But my absolute favorite has to be Ramen Zero. It has a cult following here in Japan, but it's definitely gone mainstream What over the time do last you few get years. home? I usually go back home at 7 p.m. I usually pass by grocery store and I save up my money. To save up my money, I don't. What would you do if you made a big mistake at work? My job is to post my video and my sentence to the world by internet, on the internet. I edit my video. Give an example. So you should research about your company's field, like service or another. Okay. What should I not do on my first day of work? You should not complain about your work. If you complain about your work, you will lose your good impression and you will lose your good relationship with company's workers. What do you think? Yeah, I also think it is very important to get a good impression at work. If you have a good impression on your office, you can work comfortably and you can get a new job. By the way, do you know the coverage of the workshop next week? In conclusion, we have reached more than our sales target last quarter. Decide firmly someone's impression. I don't change it. Never. So it is very crucial. This is the end of the business speaking test. Thank you. 試験終了です。いやー、ちょっと、手応え的には微妙かな、正直。なんだろうな。もうちょっと落ち着いて最初からやればいい感じに答えられたかなっていう質問もあったんだけど、最初の方とか結構焦っちゃって、
なんかいい感じに言葉が出てこなかった。でもこれはあれだな。焦りもあるんだろうけど、まだ自分の熟練度が全然足りてないっていう、練度の問題な気がするんで、ここはちょっと日々の勉強をもうちょっとちゃんとやっていくしかないな。まあ1ヶ月前よりは、ちょっとは良くなってるとは思うんですよね。ちょっとは良くなっているんだけど、まだまだ全然話にならないなっていう感じではある。まあ一旦ちょっとこのスコアが計算されるのを待ちますけど、どうだろうな。B1 いってないんじゃないかな。てかあんまりなんか前回のテストがどんなんだったか覚えてないんですけど、なんか似たような質問が結構多かった気がするな。ちょっとこれ次回は別のテスト形式というかテストのやつに変えた方がいいかもしれないですけど、ちょっとここは公平にやりたいんで、他のアプリなりウェブサイトなりを使って次回はやろうかな。来ました。今回のテストがB1 ハイまで行きました。あれ ?A1 からなんだっけ、俺 B1 を目指してたんだよね。B1 入って B11 個飛ばした1個上のやつか。急に上がったな。はい。B1 はい。ちゃんとじゃあ、1ヶ月前の目標は一応達成っていうことになりますね。自分が興味のある社会情勢についてある程度スムーズなプレゼンテーションができます。詳細な説明を加えながら社交的な会話を続けることができます。いや、だからこれ1ヶ月前にも言ったんですけど、ちょっとこのアプリ、サイト、採点がね、やや甘な気がするんですよね。自分がじゃあ今、興味のある社会情勢についてプレゼンテーションが行えるかっていうと、いや、多分できないと思うんですよね。だから、やや甘い気はするんだが、まあ、ランクは一応上がった。目標は達成したということにはなりますね。なんか音韻と流暢さが B2 and above になっていて、表現の幅とかがまだ A2 のレベルみたいですね。確かになんかパラフレっていうのかな、その同じ意味でもこの表現使ったりこの表現使ったりみたいな選択肢がポン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 頭で浮かんでくる段階ではまだないですね。そこはじゃあ伸ばしていかなきゃいけないっていうことか。一貫性ってなんだろうな。あれかな。文章をうまいことつなげていく能力ってことかな。まず最初にこういうのがあります。第2にこういうのがあります。第3にこういうのがありますみたいな文章全体のその一本の筋、芯みたいなところを通す力があるかっていう意味の一貫性なのかな。まあ確かになんか、確かにそうだな。なんか、ファスタボーとか言って、まず最初はこれです。で、次の理由はこれですみたいな、そういう話し方はできてなかったですね。まあ実際テストを受けてみて自分が一番感じたこととしては、まず聞けるようになってるなっていうのが一番大きく感じたことかな。喋りよりもそっちの方が僕的には大きく変化したかなっていう気がしていて、1ヶ月前って、これなんて言ったのみたいな。うるるって言われて、なんか、てんみたいな、その、理解が追いつかない。聞き取れた気はするけど、理解が追いついてないみたいなので、回答できずに終了するみたいなこと結構あったんですけど、What should I not do on my first day of work? What should I not do? First day work? どういう意味だ？ What should... Sorry, I can't understand you. 今回は、まあ何問かどういう意味だっていうのを探りながら、考えながら適当に返すみたいなことはあったにせよ、前回よりはかなり質問を聞き取れていた気がする。理解もちゃんとできていた気がする。それが多分点数につながったのかなっていう感じはしますね。で、何がそれにつながったんだろうって考えると、確実にシャドーイングかなって思います。毎朝、会社員の頃は会社に行くまでの間に必ずシャドーイングしてたし、最低でも1日30分から1時間ぐらいは毎日シャドーイングしてたのがかなり効いたのかなっていう気はしてる。あとは、ひたすらネットフリックスを見続けてたっていうのもあるのかな。ネットフリックスでただただ海外ドラマを見続けるっていうのもある程度は効いたのかなっていう気はしますね。で、スピーキングの方は正直もうちょっと伸ばしたかったなっていうところが結構あって、もうちょっとね、伸ばしたいね、スピーキングは。じゃあ、こっから7月10日までの1ヶ月間を
どう過ごしていくかっていうのを考えると、やることは大きく言えば1個かなって思ってて、それは前に途中の進捗報告でも報告したんだけど、サイクルをとにかく早く回すっていうことかな。パターンプラクティスとリダクションっていうのが今回の改善ポイントなんだけど、一番の改善はこのサイクルをもっと早く回せばよかったなっていうのがちょっとね、この3週間での一番の反省ですね。っていうのも遅かった、これに気づくのが。正直今月の1ヶ月間は前半の方をちょっと無駄にしちゃった感があって、っていうのも前半の方で、今これができてないっていう弱点が分かってるのにもかかわらず、そこに対して対策を考えることなく過ごしてしまって、その半分ぐらいをちょっと無駄にした感があったから、もう3日ぐらいのサイクルでどんどん傾向と対策のサイクルをどんどん回していこうっていうのを前回の進捗報告で出したんだけど、引き続きこれを回していくっていうのが一番いいのかなって思う。で、じゃあこっから1ヶ月間7月10日までの間に何を一番重点的にやっていくかっていうと、使えるフレーズ、表現の幅を広げていくっていうのが一番かなと思ってて、っていうのもやっぱさっきも喋ってて、この単語言いたいのに出てこないとか、これもっと別の言い方したいのになんか出てこないみたいな、このもどかしさがすごいあって、これをどうにかしたい。で、じゃあ具体的にどうやって英語の表現、使える表現の幅を広げていくかっていうと、もう徹底して毎日暗記をやっていくっていう感じかな。今、だいたい3つ僕は勉強をやってて、シャドーイングと暗記と、リプロダクションっていう勉強法。これはちょっと前回の進捗動画を見てほしいんですけど、詳しくは。この中でも特に暗記の優先度を一番上げるっていうのが一番今やるべきことなのかなと思う。徹底して暗記で単語をどんどん自分の中に蓄積させていって、それを独り言とか AI とのチャットでアウトプットしていくっていう、使える武器をどんどん増やすっていう練習をちょっとこの1ヶ月は一番重点的にやろうかなと思う。もちろんシャドーイングとかもやるんだけど、どっちかというと優先度的にはそっちに時間を費やそうかなっていうのが今の所感かな。何にせよやっぱちょっとね、まだ僕の最終目標である外国の人と自分の人生、相手の人生、お互いの人生についてディスカッションするっていう目標に対して今じゃあそれができるかって言ったら、全然できないですね。話にならないと思う。リスニング能力もまだまだ全然足りないし、自分の表現の幅とかも全然足りてないから、特にこの表現の幅を増やすっていうところは伸ばさないといけないっていうのが今の所感なんですけど、もしこれがまた変わるとか、ここちょっと違うなとかアップデートするってなったら、その進捗動画も途中で出すと思うんで、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、っていう感じかな今回は。一応目標は達成できたが、まだまだ自分の目標に対しては赤ちゃんレベルだという感じですね。ちょっとなんとか間に合わせなければいけないんで頑張ります。じゃあまた7月10日前にも一応進捗は出すけれども、はい、そんな感じです。